こんにちは、スパオです。今回はつい先日 TBS で放映されたジョブチューンに初参戦した無印良品の商品を私なりにご紹介、ご説明させていただくなど、この時期に出た無印の新商品を中心にフードをピックアップしてお届けします。ではどうぞ。早速ジョブチューンで紹介された商品から参ります。今回は無印良品のスタッフさんが選んだおすすめ食品トップ10をプロの料理人7名にジャッジいただいた企画です。では10位から。素材を生かしたカレープラウンモイリー。南インドのシーフードカレーをベースに作られていて、プラウンはエビのこと、モイリーはココナッツミルクをベースにしたクリーミーな魚介カレーの総称、この認識で一旦 OK です。個人的にこのカレーすげえなって思うポイントが、レトルトで再現するの結構難しいはずなんです。というのもスパイスらしいスパイスは使わずに短時間で調理して風味を閉じ込める系のカレーのはずなので、長時間保存耐性のあるレトルトで近しい味を表現するの難易度高いんです。私現地では食べたことないのでどれほどの再現度なのかはわからないんですが、そんな正解知らない人が食べても美味しいって思えるのが無印カレーの凄さだと思います。プロの方はマスタードの香ばしさとレモンの爽やかさ、ココナッツの甘さのバランスがいい旨のコメントがあったようですが、要所要所は本格的な原材料の使い方がされているにもかかわらず、それらをうまいことまとめ上げるバランス感覚が無印さん異様に高いんですよね。さすが無印としか言いようがないです。はい、9位が素材を生かしたトマトの煮込みハンバーグ。正直個人的にこれだけちょっと難しいかもって思ってましたが、ちゃんと合格されていました。大変申し訳ございません。ハンバーグは豚鶏牛の混合で、それを揚げナスやオリーブを加えたトマトソースで煮込んだ、あったら嬉しい常温レトルト商材です。パッケージのままレンチンできるの助かります。ナスやオリーブとありますが、オリーブの風味がギリ感じるくらいで、具材もカットが小さいのでこの辺の具材感は期待しない方がいいです。ただ前に食べた時思ったんですけど、常温でこのソースのクオリティはすごいです。いわゆるレトルト特有の風味がボケた感じがかなり抑えられていて、トマトの風味が立っていてシンプル、ソースはうまいです。ただハンバーグ、私はですがちょっと安っぽい味がするのが気になっていました。常温で混合なので求めすぎるのは酷ですが、ソースにかなり助けられているなってイメージでした。ハンバーグだけで食べ過ぎず、ソースと一緒に食べたら美味しく召し上がれるのは確かなので、食べる際はその辺ご注意いただければと思います。8位が3分の1日分の野菜を使ったかぼちゃスープ。これうまいっす。以上と言いたいところですが、一応補足すると、かぼちゃをベースに玉ねぎ、人参、じゃがいも、赤と白のインゲン豆を加えた1日の3分の1の野菜が取れる具沢山スープです。このスープ、具材感がすごいのは確かにあるんですけど、全体の味のバランスがとてもいいです。かぼちゃペースト由来のザラッと感みたいな舌触りに生クリームを加えてコクを出していて、すでにこの時点でうめえんですが、チキンエキスや砂糖、お塩のバランスが絶妙で、ベース甘めではあるんですが、一杯さらっと食べてしまえるほどに変なくどさがないんですよ。製造はバターチキンはじめ無印の傑作を世に送り出しまくっている私の大好きな錦食品さんなので、もちろん食品添加物不使用、それでこの味はもうすごいです。しかもこれ未開封の状態で最長2年の賞味期限がある長期保存ができる備蓄アイテムでもあるのがすごすぎ。こんなの備蓄用に取っておけないです。普通に食べちゃいたいくらい美味しい商品です。プロの方からはゴロゴロしたかぼちゃが欲しい、香りのアクセントにフェンネルみたいなコメントがあったようですが、かぼちゃは同意です。フェンネルは程度によるんですけど、
少し食べる人狭まる感じがするので、私はこの優しい感じの味も好きです。結論、買って損なし。備蓄用に、料理するの面倒な時用に買っておくと絶対活躍します。7位が北海道産男爵芋と牛肉のコロッケ。これ最近出た新商品です。油で揚げずにレンチンだけで調理ができちゃうコロッケです。そりゃふにゃってなるだろうけど、レンチンしたら食べられるでしょってお思いかもしれませんが、これふにゃってならないんです。どういう理屈かは分かりませんが、衣がサクッと仕上がるんですよ。この食感を出すために製造の段階で2回揚げているんだそうです。レンジ調理の際はラップをせずに温めるだけなんですが、これだけでこのサクッと感はすごいです。そして中の具材ですが、マッシュされていない 1,2 センチくらいのカットのじゃがいもが入っていて、食感でも感じる芋感。牛肉もわずかながら全体のコクと風味出しに貢献してくれています。個人的にいいなと思ったのが甘くない点。既製品のコロッケってちょいちょい甘いのありません？甘さでごまかしたいのかどうかなのかは分かりませんが、あれがあんまり好きではなくて、その点芋の味をちゃんと感じられるように甘さを抑えているこの無印のコロッケ、私は好きです。プロの方からはレンチンでこのサクッと感はすごい、もっと粗めのパン粉を使ったらもっとカリッとなるのではといったコメントがありました。6位が煮込んで作るスープパスタの素、香味野菜とポルペッティ。今回唯一不合格だったスープパスタの素です。これ最初展示会で見た時画期的だなって思いました。日本でパスタ作るってなったらお湯沸かしてパスタ茹でてレトルトソースは別で温めるがベーシックな作り方だと思うんですけど、本場イタリアのソースに乾燥パスタをそのまま入れて作る点にヒントを得て商品化した調理が楽ちんなパスタソースでもあるんです。ショートパスタが推奨されていますが、ロングパスタでも十分美味しくいただけます。セロリの香りが効いていてチキンっぽい味もしますが、野菜の旨味で作りましたみたいなスープで、セロリをベースとした香味野菜が味を引き締めてくれています。肉団子を意味するポルペッティは小さいながらにそこそこ食感残っていてくれていました。スープが美味しくってお手本のようなスープパスタに私は思いました。結論、私は結構好きな商品なんですが、プロの方のコメントにもあったように、そもそも商品が分かりづらい、味も調理法も正解が分からない商品なのに消費者に委ねすぎている、肉団子が柔らかすぎなど手厳しい意見が飛んでおりました。ただ全体のベースの味についてはそこまで大きなコメントはなかった気がするので、調理法やこういう商品だよという点がもっと伝わればこの辺は解消できそうな気がします。第5位が素材を生かしたカレーグリーン。バタチキと並ぶ無印カレーの傑作、もちろん合格、しかも満場一致でした。青唐辛子の鮮烈な辛さとココナッツミルクのコクにハーブのかぐわしい風味が合わさった本格派タイカレーです。プロの方もおっしゃっていたように香りがすっごいいいんですよねこれ。そして具材の鶏肉やタケノコの食感もグッドで辛さもしっかりある、まさにお手本のようなグリーンカレーです。他のコメントとしては非常に香りが立っている、本格的の適ってつけるの悪いくらいに素晴らしいなど満場一致での合格にふさわしい言葉が並んでおりました。これ聞いたらグリーン食べたくなりましたね。はい、第4位が素材を生かしたアイスジャージー牛乳。無印のカップアイス傑作揃いっすよって以前からお伝えしていますが、今回満を持して登場したのがやっぱこれでしょな主役級フレーバーのジャージー牛乳。香料不使用でジャージーミルクの風味を雑味なくこれでもかと堪能できるシンプルイズベストなアイスです。ジャージー牛のミルクは一般的なホルスタインのミルクより乳脂肪分が高く濃厚でコクのあるミルクを出すことでも有名ですが、その辺の濃厚さが
うまいことアイスで体現されているんです。ジャージー以外でも無印のカップアイス、マジでどれ食べても外れがないので、気になったもの片っ端からお試しください。第3位が素材の甘み引き出すパスタソース、紅ズワイガニのトマトクリーム。こちらは以前の商品をリニューアルをした隠れ人気商品。以前商品部の方とお会いした際に、カレーとは別に新しいフードカテゴリーの柱にしたいともおっしゃっていた、無印が特に力を入れているパスタ商材です。紅ズワイガニのうまみに完熟トマトと生クリームで酸味とコク深さを出している、お子様にも人気のあるアイテムなんですが、このリッチ度とバランスの良さが絶妙です。カニの身を探すのは至難の技なんですが、カニエキスが入っている分、全体的にうまみみたいなものが広がっているんです。原材料の先頭がクリームなので、相応にコク深い味な分、食べ応えも結構あるんです。コメントには、だしとカニのエキスのバランスが良かった、最後にブランデー入れているのすごい好き、この味で390円でできちゃうのすごい幸せといった高評価のコメントが多かったですね。はい、第2位が素材を生かしたカレーバターチキン。もちろん合格でした。現代の一番新しいバージョンで6代目となっている不動の人気の無印バターチキン。6代目の特徴、一言で表すとナッティーなコクと薫香です。5代目はトマト感が顕著でしたが、6代目はいい意味で万人受けするようなバランスの取れた方向にちょっと戻しつつ、ブラックカルダモンの香りとバターとは違ったカシューナッツのコクでちゃんと一癖個性を出してきた、このバランス感が絶妙です。5代目で生かされたトマトの酸味もいい具合に出ていて、コクはあるんですけど、この酸味のおかげで食べ飽きることがないんです。ブラックカルダモンとか業務用の商材でもあまり流通していないですからね。そんな貴重なかつ特徴的なスパイスを全国流通させる商品に惜しげもなく使ってくる点、もうさすが無印としか言いようがないです。この辺はプロの方もコメントされていましたね。私は4代目のギーを使ったコク深い味が好きだったんですが、今では6代目の方が好きです。つまり過去最強の味です。はい、第1位が焙煎スパイスのゴロリ牛肉カレー。満場一致で合格した無印期待の新商品。少しドロッとした食感の日本人が食べ慣れているスタイルのカレーではあるんですが、感じやすい風味の面の特徴が2つあります。1つが甘み、もう1つがスパイスの香りです。わかる方限定される表現で恐縮ですが、芸能人御用達の人気カレーオーベルジーヌに少し近い感じの味がします。ベース甘めで後味しっかり辛いところが特に。ただスパイスの複雑さは無印の方が出てますね。スパイス約20種類を使っているそうで、面倒な焙煎をホールとパウダーで分けて行うことでスパイスの風味を引き出しているそうです。ゴロッと入った牛肉ですが、これバラ肉に近い部位なのか、とろっとした脂のコクも感じられて、レトルト肉にありがちなガッチガチに硬いっすみたいな感じがないのがとてもグッドで、これちゃんと鼻かんでから食べてほしいんですが、フェヌグリークの甘い感じの香りしますね。セロリのような香りがしたかと思いきや、火を入れるとメープルシロップのような甘い香りに変わるのも特徴です。辛さがしっかり、ベースも甘めな分、万人受けというよりちょっと好き好きありそうなカレーにも思うんですが、その分キャラが立っていてちゃんと個性がある、かなりレベル高いカレーだなというのが私の率直な感想です。プロの方からはお肉のゴロゴロ感最高、パッケージに偽りなし、香りは今風だけどどこか懐かしい、最初甘って感じだけど二口目は全然味が違う、海外の知見と日本のカレーが融合した新しいスタンダードなど絶賛のコメントが相次いでおりました。値段はしますが価格の価値絶対あります。はい、ここからは
この時期発売した新商品、季節限定品のご紹介。弾けるキャンディー入りチョコ、メロン味といちご味。ちょっと遊び心を感じるパチパチキャンディー入りのフルーツチョコです。形も小さいキューブ状でなんだか可愛いです。まずメロン味から。香りも味もしっかりメロンを感じるホワイトチョコベースのチョコレートの中にパチパチキャンディーが。この感覚いくつになっても楽しいですね。いちごの方もホワイトチョコベースで、こっちは乾燥いちごを練り込んでいるので、香りだけでなくいちごの酸味みたいなものも感じます。このサイズ感が絶妙でパチ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 って楽しいんですが、チョコのサイズが小さいのでまた一つと手が出てしまう危険なお菓子です。この手のパチパチキャンディー入ったチョコレート、メリーチョコでもいかないと多分買えないので、無印で手に入る価値結構高いですよ。これまた買っちゃいそうな予感がしますね。酸っぱいレモンチョコがけラムネ、今回の一押し商品です。さっきのパチパチチョコ以上にハマったのがこちらでした。ラムネをチョコレートで包んだお菓子なんですけど、ただのチョコじゃなくて酸っぱいレモンチョコレートで包んでいるんです。そして何気に瀬戸内レモンの果皮パウダーを使っていて、酸味だけでない甘酸っぱさをしっかり感じるチョコレートが美味。その中には一般的なフレーバーのラムネが入っています。この酸っぱいレモンチョコと中のラムネの甘さと食感のコントラストが見事で、そもそもこんなお菓子見たことないですよ。これバズってもおかしくないクオリティで、しかも120円でしょ。絶対また買います。わかる人わかると思うんですが、昔シーズケースっていう酸っぱいレモン味のタブレット菓子があったんですが、あれにちょっと近い感じもするんですよね。これは最近復活してるっぽいんですが、シーズケースファンは一度買ってみてほしいですね。カカオトリュフのフィジーキャンディー、毎年人気の無印のトリュフチョコレートに新フレーバー登場です。その名もフィジーキャンディー。これトリュフチョコレートの中にまたまた登場のパチパチキャンディーが入った楽しい系のチョコレートです。たださっきとは違うのは、さっきのチョコレートはちょっとお子様が喜びそうなお味のチョコレートだったと思うんですが、こっちはほろ苦いココアパウダーなんかもかかっているような大人が好みそうなチョコレートなんです。トリュフチョコレート、口どけ滑らかでとっても濃厚。表面だけでなく全体的にほんの少しダークめなチョコレートの味もしますね。ただ食感はバチバチ感感じるポップな感じで、味は大人で食感はお子様向けみたいな、一瞬何食べてるんだっけ感を味わえる不思議なチョコレートでもあります。クリスマスの伝統菓子シュトーレン。クリスマスまで毎日ちょっとずつスライスしながら食べるのが風習で、今やパン屋さんやパンメーカーをはじめさまざまなお店で見かける機会も増えましたが、近年無印でも販売されるようになりました。特筆すべきは、これ製造が人気ベーカリーのドンクだというところ。日本のフランスパンブームの火付け役と言ってもいい、もうじき創業120周年の超老舗ベーカリーです。ドンクのシュトーレン、私食べたことあるんですが、値段も違うのでそりゃ風味に差があるのは当然ですが、この無印のシュトーレン、バランスの取れた万人受けしやすいシュトーレンと言えると思います。一般的にはラム酒につけたドライフルーツやシナモンといったスパイスを使って風味を出すんですけど、良くも悪くもその辺の風味は控えめです。ただシュトーレンらしさは確かに感じることができる塩梅です。レーズンやドライイチジクの果肉感は確かに感じられるので、シュトーレンビギナーの方、お酒やスパイスの風味の部分に過度なこだわりを求めなければ十分美味しくいただけます。もっとしっとりリッチなものは価格もしますし、サイズも大きくなったりするので、味しかり風味しかり価格帯しかり、無印のシュトーレンは全てにおいていい塩梅と言えるでしょう。大袋チョコレート餅、この時期の季節限定商品で、これ何気にめちゃめちゃ口コミ評価高い隠れ人気商品なんです。一番内側にチョコレート、その周りはマシュマロ、
さらにその周りをお餅で包んでいて、表面にココアパウダーをまぶした地味に4層構造になっている大変手間のかかったお菓子なんです。表面のココアパウダーがチョコっぽさを助長してくれていて、噛んでいくと確かにマシュマロだけじゃない粘りのある餅と感じと滑らかなチョコレートが混然一体となって口の中で暴れてくれます。何気に甘すぎないのもポイントで、食感でもきちんと楽しめるので、一粒の満足感そこそこあるんですけど、甘すぎないせいでついついもう一つと手が出ちゃうんです。約400円と地味にいいお値段はしますが、この味とこの量は人気の理由がわかりますね。クリスマススペキュロス。シナモン、ナツメグなど香りに特徴のあるスパイスをふんだんに使用したベルギーのビスケットで、もともとはクリスマスの時期によく食べられてはいたんですが、近年では年間通じて親しまれているコーヒーフードでもあります。日本だとロータスやベルメーレン、私がいた成城シーではベルジャントレジャーというブランドが人気だったりしますが、この無印のスペキュロス、味だけで言ったら一番好きかもしれません。というのも、シナモンをはじめカルダモン、ナツメグ、クローブといった特徴的なスパイスの香りが結構強くって、その辺が大のお気に入りです。味の部分は私が保証するので、味で迷っている方がいたら買って損なしだと思います。クリスマスオーナメントとお菓子のセット。クッキーなどのお菓子とオーナメントが入ったクリスマスアソートです。中にはヨーロッパでは主流なジンジャーマンクッキーとチョコマシュマロ、キャンディーと6種類のオーナメントのうちいずれか1種類が入っています。チョコマシュマロとキャンディーの味は割愛します。ご想像通りの味です。コメントにありましたが、個包装なのでアドベントカレンダーの中に入れたい、そんなコメントもありましたね。ジンジャークッキーですが、結構ハードな食感でシナモンを感じるいいお味。オーナメントは木片を加工したような結構しっかりとした作りで、今回入っていたのはもみの木、角がちゃんと落とされた小さいお子様にも優しいオーナメントでした。はい、いかがでしたでしょうか。ゴールデンの時間帯だったのでジョブチューンご覧になった方も多かったと思います。私は普段からこんな感じで無印良品の商品に触れながら深く関わらせていただいてますし、今日出演されていた商品部の方ともお会いしたことがある手前、かなり思い入れのある状態で最後の方は拝見しましたが、1位のカレーで満場一致で合格が出た際はなんだか込み上げるものがありましたね。今後私のチャンネルではテレビではなかなかお伝えしづらい部分も織り込みながら、少しでもご視聴いただいた方のお役に立てるよう動画作成に励んでまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。それとレモンチョコラムネ、一回騙されたと思って買ってみてください。多分2人に1人はハマります。このようにこのチャンネルでは成城石井元店長の私がおすすめする成城石井やカルディ、無印良品のおすすめ品や食べ合わせ、全国のスーパーで買えるおすすめ品や百貨店グルメや手土産、テーマを絞ったマニアック動画など食にまつわるあらゆる情報を発信しています。少しでも参考になったよという方はいいねやコメント、チャンネル登録をいただけると嬉しいです。インスタグラムや Yahoo エキスパート、ボイシーでも情報を発信しているので、そちらもぜひ遊びに来てください。今回はこちらで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。